今日もですねお弁当をご紹介したいと思います。これだけねわっぱ弁当があるんですけど、今日はこれでいこうかな。容量的にもね普通に1人前しっかり重量も取れるんでおすすめのサイズですね。で今日はめんつゆで作るお弁当でね、めんつゆという調味料はやっぱり、ね、お弁当にものすごい向いてるんですよ。なぜならもう濃縮されてるからさっと味がつきやすい。では材料紹介です。今日はめんつゆでたけのこご飯、それから小松菜のごま和え、ごま和えはね小松菜じゃなくても何でもいいです。それからアスパラガスの肉巻きを作りますね。アスパラガスも他の野菜でもいいです。でたけのこご飯の材料がお米、ゆでたけのこですね、めんつゆ水、ごま和えが小松菜、めんつゆ、砂糖、白すりごま、肉巻きがアスパラガス、塩、黒胡椒、豚ロースの薄切りのしゃぶしゃぶ用ですね。では早速作っていきます。まずやっぱりご飯炊いちゃわないといけないんでたけのこ切ります。何でもないですけどね、やっぱたけのこ、旬のたけのこ入れるだけで風味出るんで、めんつゆだけでもね十分なんですよね。そしたら1合お米、そしたらたけのこ入れます。均等に1つで1合なんで同量で炊くとすれば 180cc ですよね。これ計量カップにまずめんつゆ入れるでしょ。でここにお水を残り180になるまで入れていく。では180ぴったりになったら入れていきます。じゃあでは炊飯器で炊いていきます。ちょっとな、ほい。前日の晩にやっちゃっていいよねこれね、お弁当だとしたらね。でご飯炊けましたね。あかんとこれ指をこうやってねこうにここに入れ替えると熱くないっていう。熱い。めんつゆもそんなに濃く入れてないので色はほんのり茶色というか濃い茶色じゃないですかね。ほらこうやってね下にめんつゆ溜まると、お焦げまでは言わないんだけどいかないんだけど、ちょっと溜まった部分が濃くなってる感じ。全体混ぜておきます。さっくりね。はい、こんな感じでしょうか。本来お弁当であれば冷ましたものを入れた方がいいと思うんですけど、じゃあ小松菜茹でていきますね。はい、お湯沸かしました。小松菜は根のとこ落として4、5センチって感じかな。で茎と葉が一緒にならないように茹で時間ちょっと変えるんで混ぜ込まないようにしておきましょう。で湯が沸くまで置いておいて、次アスパラ肉巻きですね。今日細いアスパラしかなかったんで3本まとめてやりますが、太いやつだったら1本でねいいと思います。でこの下のところ硬いところは落とす。3本こう揃えて肉巻いていきます。巻き方すごい素朴。頭ちょっと出していいのでこうやってちょっとずつ下にずらす感じ。1枚目2枚目、なんかここのとこ開きそうって思うんですけど、閉じ目すぐ火入れちゃえばそうそう開かないです。ただ軽く塩コショウで外側から下味でコショウでこれで置いておきます。じゃあ小松菜を茹でるお湯が沸いたので、まず茎の部分ね入れて10秒ぐらい、10秒だったら葉をで10秒、そしたら火止めてざるに上げ冷水取ります。しっかりと冷えたらちょっと置いておいて、ボウルにごま和えの種を用意します。めんつゆ、すりごますごい素朴な、素朴だけど結構ちゃんと美味しいごま和えになりますからね。でお砂糖よく混ぜておく。そしたらこの今混ぜ合わせた和え衣にしっかりと絞った小松菜を投入していく。小松菜っていいですよね。小松菜美味しい。混ぜる。で今の和え衣にしっかり絡むように葉の部分広げて和えていくともうごま和えできるというね。
では肉巻き焼いていきます。フライパン火つけて、ここまでがっちり巻いたら肉と肉の境目じゃない限り半分にカットしてもバラバラにならないので、こうやってね、この状態でごま油引いて、フライパン温まったら肉を焼いていく。で火加減を中弱から弱火ぐらいですかね。蓋してアスパラにもしっかりと火通していく。ちょっと焼き目がついてくるんで、焼き目がついてきたらちょっと転がしながら火入れていく感じ。こういう感じ。また蓋はとりあえず維持しとくみたいな感じかな。この間に合わせ調味料作っておきます。めんつゆ、お水で割る少し、お砂糖で生姜、お砂糖をよく溶かしておくと。これで合わせ調味料も OK。こういう感じね。今日アスパラ細いんで割とすぐ火入るんですけど、太いやつだと軸の方があんまりね入ったと思っても入らない時があるから、ただじっくり弱火でやってください。肉自体が薄いんで。じゃあそろそろ焼き上がるんで、たけのこご飯だけ詰めちゃいます。こんな感じですかね。ちょっと半分より少し多め。もう OK かな。たら調味料入れていきます。ちょっと濃縮させて味付けていく。でめちゃめちゃしっかり味にしたかったら片栗まぶして絡めるとタレはしっかりくっつきますね。ちょっと濃縮させながら、蒸発させながら、どんどん味が濃くなっていく過程でとろみも出てきてアスパラに絡む。でここまで来たら一回火止めて、もう十分トロットロなんですよ。これで冷めたらベターっとした感じになりますね。長さ、こういう肉巻きはお弁当箱の高さをちょっと調べておくとね、ここじゃない。そうすると半分に切ると長すぎるんですよ、片方。ということは3分の1ぐらいに切るしかない。まず肉巻きを詰めていくと。で卵焼き、今日は別で用意しました。普通のフライパンで焼いたオムレツ型卵焼きで、他の具材に絶対触れさせたくない時はもうそれでもちょっと触れちゃうんだけど、僕はそういう時こういうものを使って、ただこれ大きいじゃないですか。これに対してお弁当のほとんど占領しちゃうから、こうやって夜でこんな感じで使います。ちっちゃくして、でこれをこういうとこに無理やり突っ込んで、でここに小松菜入れて、ちょっと強引ぐらいでいい。であとはしっかり濃いめに味付けしたい、肉巻きにね。でこれがさっきのもうトロットロになってるわけですよ。今ボタ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 。本当に完全に冷えたらすごい結構固まるんで、こうねちょい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 してあげたりすると、しっかり味のご飯に合う肉巻きになりますね。ではお弁当いただきます。茶色い。めんつゆで作ってるから全体茶色い。茶色いお弁当が美味しいお弁当説ありますよね。そうですね。ね。いただきます。アスパラが柔らかい。美味しい。ご飯。そしてね、ご飯濃くない、ちょうどいい塩梅で、やっぱりだし感もあるし、この肉巻きのねタレとよく合う。で、箸休めごまあえ。いや、めんつゆでね、他にも作れるおかずって本当に5万とレパートリーがあって、めんつゆを皆さんたくさん使って美味しいお弁当を作ってくださいね。